今回は、パートワークベンチの部品ツールの続きを解説していきます。内容はワイヤーから面を作成、線式面を作成、ロフト、スイープについて説明します。最初にワイヤーから面を作成をやっていきましょう。スケッチツールをで XY 平面に作図を行います。面の元となるワイヤーを描いていきます。ポリラインを使用して、閉じた図形を描きます。このように、閉じたワイヤーを描きます。そして、このモードを終了します。このワイヤーの図形を面に変換してみましょう。このスケッチを選択します。そして、ワイヤーから面を作成ボタンをクリックします。すると、このように面に変換されました。それでは、別のパターンで、もう一度やってみましょう。最初に円を描きます。この中に六角形を描きましょう。この状態で閉じて完成です。このように、モデルにスケッチが追加されています。このスケッチを選択した状態で、ワイヤーから面を作成ボタンをクリックしてみます。すると、スケッチはフェイス、面に変換されモデルに表示されます。またこのフェイスを展開すると、元のスケッチが表示されます。それでは、次に線式面の作成を行ってみましょう。これは、選択した2つのエッジ、ワイヤの間にまたがる面を作成します。それでは、スケッチャーで2本の線を引いていきます。1本目の線を引きます。続けて、2本目も作成しましょう。これで2つのスケッチが追加されました。それでは、この2つのスケッチを元に面を作成します。2つを選択した状態で、線式面ボタンを押します。すると、2本の線を元に面を作成することができました。それでは、次にロフトを行ってみます。これは、2つ以上の断面から面、シェル、またはソリッドシェイプを作成します。それでは、新しいファイルを作成します。パートワークベンチに設定した状態で、断面のスケッチを作成していきます。断面はいくつかの面を用意し、それを後で縦方向に並べていきます。スケッチャーを使用し、断面を描きます。このようにして作成された4つのスケッチをジェット方向に並べていきます。最初のスケッチは、のままとします。次に、2個目のスケッチを選択し、1パラメーターのジェット軸を調整してやります。こちらの上方向の三角印をクリックして移動します。続けて、3番目、4番目のスケッチについても同様な操作を行っていきます。それでは、この断面を使用してロフトを作成してみます。
断面の位置関係が調整できたらロフトボタンを押します。すると、このようなパネルが表示されますので、ここで、左のリストより断面のスケッチを選択し、右のリストに移します。断面のスケッチを選択し、右矢印で移します。今回は、すべてのスケッチを右リストに追加します。オプションとしては、ソリッドの作成、線式面、閉じるがありますが、今回はこのままで実行してみましょう。すると、このように各断面を通る面で構成されたロフト形状が作成されます。線式面オプションがチェックされていない場合は、このように曲線で断面が結ばれます。また、ソリッドがチェックされていない場合は、面のみで構成されたロフトとなります。それでは、ロフト前に戻して、もう一度他のオプションも行ってみましょう。この状態より、もう一度ロフトを実行します。ロフトボタンをクリックします。先ほどと同様に、各断面を右のリストに追加します。今回はソリッドオプションをチェックします。そして、OK を押して決定です。すると、このように中身が詰まったソリッド形状で、ロフトが作成されます。それでは、元に戻し線式面のオプションも実行してみます。この状態でロフトを実行します。最初に断面を右リストに移動します。次に線式面のチェックを入れます。そして、OK を押します。今回のロフトでは、断面同士が平面でつながった形状となります。これが線式面オプションです。それでは、最後に、閉じるオプションを実行してみましょう。元に戻して、もう一度ロフトボタンを押します。先ほどと同様に、断面を右リストに移動します。今回は順不動に移動を行った場合の例を示します。このように、順番が整っていない場合はロフトがうまく形成されないので、順番を上矢印、下矢印で調整し構成順位を整えていきます。それでは、閉じるオプションをクリックして OK を押しましょう。このように閉じるオプションでは、最後のプロファイルを最初のプロファイルに接続して閉じたロフトを作成します。最後に、スイープについて説明していきます。まず、スイープの元となる断面を用意します。スケッチを使用し、作図をしていきます。今回は XZ 平面に作図していきます。断面となる三角形を配置します。次に、この断面に対して経路を描いていきます。経路はこの断面に対して直角方向に描いていきます。座標軸を見ると、YZ 平面に作図する必要があります。それでは、スケッチャーを用いて作図していきます。今回は経路に円弧を用います。断面の真ん中を通るように描いていきます。それでは、この断面と経路を使用してスイープを行ってみます。ここで、スイープボタンを押します。次に、パネルが表示されたら、断面を右のリストに追加します。
そして、スイープ経路ボタンを押して 3D ビューより、経路図形を選択します。次に、終了ボタンをクリックします。あとはオプション選択です。ソリッドは、中身を満たすかどうかを選択します。フレネについては後で説明します。これで OK を押して決定です。すると、このようにスイープ形状が作成されます。この例では、うまくスイープ形状が作成されましたが、経路の種類によっては、うまくスイープ形状が作成されない場合があります。次にその例を示していきます。新しい経路を YZ 平面に作っていきます。この面に B スプラインを使用して経路を描いていきます。このように何点かで曲がる B スプラインを描いて閉じます。それでは、この経路に従ってスイープを行ってみましょう。スイープボタンを押します。最初に断面を右リストに追加します。そしてスイープ経路ボタンを押して、B スプラインを選択しましょう。次は終了でオプションを選びます。今回はフレネをチェックしたままで OK を押します。すると、断面の回転が不自然な形となっていることがわかります。このように経路の形状によっては断面の移動がうまくいかないことがあります。それでは元に戻し、フレネオプションをチェックしない状態で行ってみましょう。断面と経路を設定し、フレネオプションを外した状態で実行してみます。するとこのようにスイープは正常に行われ、形状が作成されます。